回の産業まとめ。40% 以上が接種に乗り気。50% 以上が安全懸念で拒絶感。それでも世界で人気。ロシアメディアはロシアの国営世論調査会社 VTSIOM が実施した調査結果を発表。ロシアが開発した新型コロナウイルスワクチン、スプートニク V の接種の準備ができているかという問いに対し、はい、と答えた人は 42% にとどまったようです。ロシアメディアタス通信は、40% 以上は準備ができているという見出しでニュースを掲載。一方で RT.com は半数以上が接種したくない。たった 42% だけが試したいとしている、と報じました。以前の医師に対する調査でも、52% がワクチン接種を拒否するという結果が明らかになりました。ロシアでは医療従事者と教育関係者の接種が優先されることになっていますが、専門家の間でも未だに根強い不安感があるようです。ロシアはこれから第3相臨床試験を行って安全性を確認するとしていますが、順番がおかしいとの声が世界中で上がっています。にもかかわらず、スプートニク V は世界各国で注目の的となり、多くの国が関心を寄せています。選挙をめぐるデモで政情不安なベラルーシがロシアワクチンの輸出第1号となるようで、第3相試験への参加を表明しました。これまでにもインド、ブラジル、フィリピン、メキシコなどが挙がっていました。これらに加えて新たにキューバやベネズエラなども興味を示すなど、世界第1号の人気はそれなりにあるようです。編集書簡。今回の概要。結局速度自慢合戦。国内でも不人気。それでも世界で人気の理由。ロシアのワクチンに対しては、中国でさえ不安感を示すなど、安全性への懸念がまだまだ大きいです。結局登録はしたものの、ロシアでさえ今から第3相試験に入るなど、順番が逆になっています。世界最速は問題ではないと世界各国はしていましたが、中国が実は先月からすでに緊急使用を開始していると突然発表しました。これに対抗して米国もトランプ大統領が突然早々に緊急使用を許可するなどと示唆。あれだけ速度は問題ではないと言いつつも、米中もプライドがちょっと傷ついたようですね。今回のこの報道、一部メディアではロシア国民の半分以上が接種拒否などと報じていますが、それは誤解を招く表現だと思いますね。世論調査で否定的な回答をしただけだから、接種しようとして嫌だと言ったわけではないです。ロシアの医師も半数以上が拒絶感を示しているようですが、当然の反応なのかなと感じます。むしろ残りの約半分の医師に対してこれで本当にいいの？安全なの？と聞きたいですね。ズバリこのワクチンの問題点は、安全性が明らかに不十分であるにもかかわらず、他国の批判を根拠がないと断言するロシア政府にあります。完全に安全であるという政府の発表の方が根拠がないんだけど、データも開示せず、第3相臨床試験抜きで完全に安全だなんてよく言えたものですね。どこかしらの欧州メディアが報じていましたけど、まさにロシアンルーレットですよこれは。この怪しいロシアワクチンは、3週間後に2回目を接種すれば2年間は効果を持ち続けるということです。なんだか共産主義独裁の、賞賛ありきの様相を呈しているように思えますけど。しかし1人当たりの価格が10ドルほどと設定されていて、中国などの予定価格150ドルよりもはるかに安い。そしてロシアはブラジルやフィリピンに現地での生産を認める方向で話を進めていて、これにはインドや韓国も乗り気だということです。ちなみに韓国は今のところワクチン確保量ゼロだそうで、受託生産依頼はあっても、政府のワクチン確保は全く進んでいないようです。フィリピンのドゥテルテ大統領は、ワクチンの供給は受けられても無料ではないとして、なんとか資金を集めようとしているようですね。宣伝するからタダにしてくれとでも交渉したのでしょうか。感染症拡大で各国経済が疲弊する中で、国民のほぼ全員が受けられるだけのワクチンを確保するわけですからどこの国も大変です。ただ、なんだかんだでこういうところがロシアの商売上手なところなのかなと思います。批判は多いですけど、ある一部の国からは熱視線を集め、実際に供給できるようになるということですから。でもね、いろいろな発表を見ていると、結局一般市民に供給できるのは来年1月からだそうで、それだとおそらく中国や欧米のワクチンと時期的には変わらないのではないかと。あの無謀な発表によって注目を集め、比較的友好的な国や切羽詰まった国には売れるわけですし、好条件で提供して支持を集めたのだから戦略としては成功だと思います。まあ、後で多くの人が地獄を見るのかどうかは謎ですけどね。
協力国の第3相臨床試験結果が非常に楽しみです。一部で叫ばれているような、水よりマシ程度の結果だったら誰が責任を取るのでしょう。ちょっといいですか？前ニュースで世田谷区の保育と介護の関係者に無償で PCR 検査やるってやってましたけど、意味ありますかね？知ってる。お金もったいないよね。そのお金をワクチンの準備に当てた方がいいんじゃないかな。価格的には同じくらいだし。それは確かにそうですね。感染疑いでもない人に大量に検査する意味がわからないですね。あくまでその日その時の結果に過ぎないのに。プロスポーツのように定期的にやるなら意味があるかもしれませんけど、それもそもそもどうなのかな。私も PCR は受けたくないです。それは鼻に刺すのが嫌だから？そうです。あれは痛そうです。やったことあります？インフルエンザ疑いの時に1回やったのかな？ちょっと覚えてない。想像するだけで気持ち悪い。話題変えましょう。自分で散々乱しておいて。世田谷区はどうせならロシアのワクチンを接種した方がいいんじゃないですか？臨床試験とか言って。今日は激しいね。暴論が。ダメでしょ。だって安いし一応ワクチンだし。白雪さんロシアンワクチン嫌でしょ？嫌です絶対に。よく人に押し付けられるね。希望者はってことなら問題ないですか？こんな風に報道されてたら希望者いないでしょ。ロシアでも半分以下なのに。日本でアンケート取ったら希望者何%くらいになるだろうね。ロシアってことを隠せばかなり行くんじゃないですか？隠したら意味ないじゃん。どうせネットで話題になってすぐにバレますよ。でも、もしかしたら安全かもしれないんですよね。もしかしたらね。でも安全かどうかわからないものを世間では危険って言うんですよ。そうか、じゃあダメですか？当たり前でしょ。もしも何も問題がなかったらどうなりますかね？ロシアが増長するでしょうね。ただ、完全に手順は間違っているので、その点で国際的に評価されることはないと思います。そしてそのうち他のまともそうなワクチンの開発が完了して存在感が薄れるんじゃないですかね。それでも他より安いですよね。他のワクチンも貧困国には安価で提供されることになると思います。そうなんですか。お金が払えないから？大体そういうものらしいですよ。ワクチンの価格って。へえ、そうなんですね。じゃああまり意味がないんですかね。それでも貧しい国やロシア寄りの国は群がることになると思います。じゃあそこそこ成功ってことですか？ひょっとしたら、ロシアの戦略的視点から見たら狙い通りだったのかもしれないですね。そんなことあります？今回のこうした批判も想定の範囲内なのかも。なんだかんだで受注もたくさんあるようだし。なんか、こんな展開になるとは思ってもみませんでした。ただ、国内の反発はロシアにとってはかなりの痛手でしょうけどね。医療関係者からもかなり手厳しい指摘が多いですし、今回の調査結果も意外だったと思います。半分以上が受けたくないってね。国営の調査機関がやってそれなので、国営じゃなかったらもっとひどかったかもしれないです。そういうのって変わるんですか？多少は影響があるらしいですよ。なのでよほど不人気ということです。どうなります？これから。臨床試験結果を操作するかも。でも海外のは無理じゃないですか？圧力をかけるかもね。怖すぎます。体重やばい。本格的にダイエットしないと。あれ？前にプチ断食したんじゃないの？ダメだった？ 1 週間やって 500g 減った。それだけ？それだけ。もうその時の体重からかなり増えてるけど。食生活見直さないとダメなんじゃない？そうだと思う。何か減らさないと。じゃあまだ改善の余地がありますね。最近 YouTube のゴミ広告にどうしても目がいってしまう。かなり深刻みたいね。が大量に出るってあれでしょ？便通は悪くないから効果ないと思う。ああいうの。そういえばこないだ店っこしたけど、くびれ減ってきたね。そう、くびれやばい。鉄腕アトムになっちゃう。鉄腕アトムってなんだっけ？寸胴の代表選手。まあ、ドラム缶みたいな感じ。ドラム缶だと相当やばいですけど。夜も歩こうかな。涼しくなってきたし。もっと徹底的にやれば？目標は何キロ減？とりあえず3キロ。そんなに太ったの？ムチムチとまではいかないけど、やっぱりくびれかな。仕事のストレスとか？それもあるかも。いろいろこなさないとなんですよ。あれは？
一食置き換えダイエット。お腹すきそう。それを我慢するんですよ。とりあえずいろいろやってみます。とほほです。体重計毎日乗ってね。はーい。